葛飾北斎が描いた神奈川沖浪裏。実はこの絵が江戸の経済を動かした一枚の広告だったとしたらどう思いますか？こんにちは、ビッグディープトラベルの港と申します。今回はこの巨大な波に隠されたある魚の存在と名もなき仕事人たちへの熱いメッセージを一緒に解き明かしてまいりましょう。多くの人がこの絵の主役を富士山か、あるいはこの巨大な波だというふうに思うことでしょう。しかし北斎が本当に描きたかった主役は波に飲まれそうなこの小さな船に乗る人々だったのかもしれません。彼らが乗る船はお食に船といい、現代で言えばさながら江戸時代のクール便といったところです。日本橋の魚河岸から伊豆の港まで約100キロあります。徒歩なら丸1日かかるその距離を彼らは最速8時間で駆け抜けました。その秘密は帆を張っている時でさえ休まずに漕ぎ続ける押し送りというスタイルにあります。彼らはなぜそこまでして急いでいたのでしょうか。それは彼らが鮮度という時間と戦っていたからです。新鮮な魚を届けるため帆を張っていてもなお必死で漕ぎ続け、通常の船が受ける浦賀での荷物検査すら免除されるほどの特別待遇をされていました。そのスピードは浦賀奉行所が警備船として採用したほどです。そんなお食り船ですが、荒れた日でも魚を届けるのが彼らの使命でした。それほど彼らの肩には大きな責任がのしかかっていたのです。というのも、このお食り船ができたのは1800年代になってからのことです。江戸は人口100万人を超える世界有数の大都市でした。当然新鮮な魚の需要は膨大で、魚ビジネスは大きなチャンスだったのです。しかしその恩恵を受けられたのは江戸湾周辺の村々だけでした。豊かな漁場を持つ伊豆や房総半島の漁村は魚を江戸に運ぶ間に鮮度が落ちてしまうため、米とか木材を運ぶしかなく経済的に苦しい立場にありました。この美味しい魚を江戸の食卓に届けられたら、そんな漁師たちの長年の夢を叶えたのがこの高速船お食り船だったのです。お食り船の登場で貧しかった漁村は活気を取り戻しました。彼らが運んだのは単なる魚だけではなかったのです。その村その村の、そしてその家族の生活や未来を運んでいたと言えるのかもしれません。しかしそれは同時に大きなリスクを負う仕事でもありました。とにかくスピードが命です。多少海が荒れていても彼らは航海に出なければなりませんでした。暖かい時期は特に魚が傷む前に届けなければなりません。もうまさに命がけの航海です。とはいえ実はこの神奈川沖でこれほど巨大な波が立つということはめったにないそうです。ではなぜ北斎はあえてこのありえない大波を描いたのでしょうか。その答えは波のディテールに隠されています。このまるで指のように描かれた波の先端、その少し下にある縞模様にご注目ください。これは単なる水の表現ではないんです。当時の人々がこの模様を見ればピンとくるものがありました。それはカツオ島と呼ばれる当時人気のあった着物の柄なんです。その名の通り魚のカツオの背中の模様をモチーフにしています。ということは江戸の庶民がこの絵をよく見ると縞模様に気づき、カツオをイメージするような仕掛けがされていたということになるんです。つまり北斎はここで巧妙な仕掛けを施したのです。この絵を見た江戸の庶民はこう連想したんじゃないでしょうか。おー、すごい波だな。でもこの模様ってカツオ島じゃねえか。そうだ、お食り船が命がけで新鮮な初ガツオを運んでくれる時期だな。よーし、今夜は奮発してカツオにしようとなったのかもしれません。
旬の時期スーパーに行けばカツオの刺身は今では安く手に入れることができます。でも江戸時代の初ガツオはもうとんでもない高級食品でした。その価格は今で言うと1尾あたり数十万円になったほどなんです。目には青葉、山ホトトギス、初ガツオなどいろいろなことわざがあるほど人気で、そりゃ着物の柄になるのも納得ですよね。でもカツオは鮮度が落ちやすく、昼過ぎには朝の半値以下になったそうです。それを待って買えばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、江戸っ子は見えっ張りでもありますから、朝のうちに買う人が多かったそうです。実際昼過ぎに買って食べると、お腹を下すこともあったようで、恥ずかしいや、医者にカツオの根が知れるという川柳も残っているほどです。ですから、北斎の絵はカツオの根、命がけの船乗りがいてこそその高値という、宣伝になっていたわけです。そうです。この絵はただの芸術作品ではないのです。お食り船が運ぶカツオを江戸の庶民にアピールする見事なプロモーションを兼ね備えた広告だったのです。北斎はこの一枚にたくさんの意味を込めました。それは荒波に立ち向かい、人々の食と漁村の生活を支える船乗りたちへの同じ仕事人としての最大限の敬意とエール、そして彼らの仕事を江戸の経済につなげる巧みなマーケティング戦略。一枚の浮世絵が名もなき仕事人をたたえ、江戸の活気を生み出す広告塔にまでなっていたのです。これこそが北斎が神奈川沖波浦に隠した深くそして熱いメッセージなのかもしれません。このように一枚の絵や一つの場所からそこに生きた人々文化の声を聞く、これこそが私たちのディグディブトラベルの旅です。今回の旅が面白いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録や高評価で次の旅も応援してくだされば幸いです。ではまた別の旅でお会いいたしましょう。